皆さんこんにちは。チーのグルメ旅。今回の滞在先は中国の東北地方、大連。ロシア建築が並ぶ風情街に近代化の時代に建てられた歴史的な建物が立ち並ぶ中山広場。かつてヨーロッパや日本をはじめとする異国の文化が混ざり合い、様々な時代の面影が今も街の中に残っています。海沿いには光と音がシンクロする噴水ショー。路面電車に揺られれば歴史と日常が交差する街角が次々と現れる。そして大連といったら港町ならではの海鮮グルメ。朝どれのアワビや牡蠣、そしてとろけるようなウニを刺身や水餃子で味わい尽くす。そんな大連らしさの中にどこか日本と通ずる景色を感じながら、心もお腹も満たされた大連の旅を皆様にお届けします。自動チェックインしたの？してない。できなかった。ネットでやろうと思ったらエラーが出ちゃいまして、でも荷物をね預ける列っていうのもなかったから、多分みんなここに並ばないといけないんだと思う。ちなみに今2時間前なんですけど、この行列皆さんこんにちは、杉田千尋です。私は今成田空港第一ターミナルにおりまして、今日はこれから中国の東北地方にあります大連に行ってきます。大連は海に囲まれた港町で、日本やロシアの歴史的建物や海鮮グルメもとっても充実しているところなので楽しみです。それでは行ってきます。エアチャイナに乗るのは初めてなんですけど、どんな感じかな。シートも全然ゆったりめ、足伸ばせます。機内食が出てきました。豚肉ご飯みたいな感じかな。ハーゲンダッツのスプーンだけあるんですけど、これハーゲンダッツ出てきますよ。牛丼の豚肉版って感じの味ですね。マジハーゲンダッツ出てきたよ。結構交通費安かったけどさ、これ LCC 乗れる、絶対こっち乗った方がいいよ。よく気づいたね、スプーン。いや、グルメ旅なんでSIM カードは前回中国の上海に行った時と同様、こちらを Amazon で購入して持っていきました。暑いね。体感30度。出口を出て、この看板から左に150メートルぐらい歩いたところでディディに乗れるそうなので、そちらまで歩いて向かいます。ここ右に行きます。多分ここがタクシー乗り場なの。このなんか円形のここがその呼んだタクシー。ほらディディのマークが、あ、本当だ。このマークがディディのアプリのアイコンマークですね。ディディで今日泊まるホテルまで中山広場付近のホテルなんですけれども、 12.5 キロで約29元で行けるってことです。安っ。空港から約10分15分ぐらいでタクシーで着きました。近くていい。何？駅目の前よ。すごっ。これだったら電車でもよかったんじゃない？荷物多いですから。あ、そうです。でも丹東行くときは大連から行きたいな、やっぱり。今日泊まるのはボーハイパールホテルです。21階、22階、日本の階ってなってて、日本人は21階と22階なのかい。2106号室。わ、景色めっちゃ綺麗だし、部屋もめっちゃ綺麗。部屋から大連駅が見えます。1泊6000円、1人3000円という風に考えたらもう十分すぎるぐらいなんじゃないでしょうか。無料のお水が2本あったり、ちゃんとお湯を沸かすケトルもあって、謎にですね、コンセントのサップがめっちゃいっぱいあるんだよな。今ちょっと気になってんだけど、これ冷蔵庫がないですね、多分ね。入った感じ暑かったけど、こういう感じで空調もちゃんとあるので、すぐ冷えるんじゃないかな。ここですね。洗面所もユニットバスになってるけど綺麗ですね。シャワーは上についてるタイプ。水圧も全然問題なさそうです。ボディーソープとシャンプー、櫛とシャワーキャップと歯ブラシ、ドライヤー、これすごい自動でつくタイプのちょっとレトロのドライヤーがあります。
強いて言うならちょっと冷蔵庫がないというところだけちょっと残念ではありますが、そんな感じです。6時過ぎぐらいなんですけれども、これからホテルから歩いて15分ぐらいで行けるロシア人風情街、ロシアの街並みが見れるところに行きたいと思います。なんかもう早速入り口になんかね、映える門があります。ロシア風情街着きました。19世紀末、ロシア帝国は極寒でも凍らない港を求め、この地にダルニーと呼ばれる港町を築きました。石造りの建物、ヨーロッパ調の街並み、それは極東に息づいたロシアの記憶。後にこの町には異国の文化が重なり続け、独特の風情が生まれました。現在はマトリオシカやロシア食品のお土産店、ロシア風の建物、そして中国の文化が混ざり合い、形を変えてたくさんの人が訪れる観光地になっています。なんか入り口には屋台があるよ。フルーツがいっぱい売ってるよね。ソーセージ。ロシア関係なく市場になってる。映えますね。なんだこれ。入り口にはロッカーがあります。ここで荷物を預けられます。これ餅打って作ってるのかな。お餅屋さんなんだね。でもあそこでなんか誰もか分からない人がついた餅って考えたらちょっと可愛いねこれ。ロシアのお菓子なのかしら。そんな感じしないな。ロシアのお土産屋さん、いろいろあるけど、どれがロシアでどれが大連なのかわからない。これさっき売ってたもん入り口で。ロシアのチョコレートだ。スターリンワイン。高級じゃない？ゼロ一つ足してかけるんでよかったら7500円ぐらいする。この辺は2000円ぐらいのウォッカーだけどね。あとロシアのビールとかも売ってる。定番の。でもさ、これさ1個700円もすんの？しない。じゃあやっぱあれだ、関税かかってんのか。今寒くないけど3000円ぐらいで買えちゃうよ。マトリョシカいいね。ちょっと値段は高めだけどロシアを感じたい時にはいいって、そんな感じでしたね。なんかところどころロシア感あるねって感じ。ウルトラマンの列車乗ってる人はいません。なんかロシアっぽいものあるじゃん。お姫様の格好をしてあそこで写真を撮るわけ。お姫様がいるで、あそこに衣装を着るとあんな感じになるんですね。こういう感じでね、着て素敵な写真を撮ってくれるっていう。おー、中でヘアメイクもしてますね。ちなみにいくらなのか聞いてみようかな。あ、これヘアメイク。OK、Thank you。299元ってことは、6000円ぐらいでこれ取れる。3枚持って帰れてヘアメイクでドレス付きで299円だったらそんな高くはないと思いますよ。あとね、もうちょい値段も交渉できそうな匂いもした。一番中心地に来ました。なんかこうヨーロッパっぽい建物があって普通にね人が暮らしてますね。このなんかアパートなのかな。待って何これ。すげえ。写真。ロシア風情街来たんですけど、ちょこっと観光に来るには面白い感じになってますね。見てるとなんかコーヒー飲んだりお菓子売ってたりとかするお店は結構あるから、ティータイムにねいいかもしれない。ちょっと通りから外れたところの建物もロシアっぽい感じありますね。今から国際コンペティションセンターっていうところにある東光音楽噴水広場っていうところに行きます。すっごい盛大な噴水のショーが見れるっていうことで行ってみたいと思います。タワマンが、これタワマンなのかしら。すごい高層ビルが立ち並んでますね。でかたや反対側もありえない豪華客船みたいなやつが、港と大都会のなんか融合みたいな。で見て、ちょっと作りがテトリスみたいになってるから。何これ、中央が空いてるよ。なんだよ王宮は。到着しました。なんかさ、すごい壮大なんですけど。噴水ショーは毎日19時40分から20時まで20分間開催されるっていうことです。で、週末は2回開催なんだって。全体的にいろんなものが広すぎて一個一個がね、すごい距離が遠いわ。壮大。コンペティションセンターが左手にあって、その
正面にめちゃくちゃいっぱい人がいる。ここから見えんだよ。人だらけなんですよ。すごいでしょ。ベストスポット見つけました。なんか反対側にぐるっと回ってきて、コンベンションセンターが右手に見えるような側に行くと反対側よりは空いてます。すげえ。うわ、すっげえ。高いドローンだろうな、あれ。すげえ速いスピードで動いてます。何その悲しい顔って言ったよ。大連延安路の夜の喧騒に溶け込むようにして立つ海鮮バーベキューの名店成功記。創業は1990年代。ここの売りは店主が27年守り抜く鮮度勝負の味。店頭の生けすにはその朝取れたウニや牡蠣がずらりと並び、選んだものをすぐに炭火で焼いてくれます。地元の人に言わせれば、並ぶならここ、味が違う。1時間以上待つのも当たり前。それでも観光で訪れたなら一度は行くべき名店です。これむっちゃくちゃ待つんじゃないの？ちょっとやばいかも。店員さんがやってくれてます。WeChat から行けますね。これはまずい。中国語のナンバリングじゃないのこれ。まずいまずい。今月曜日の8時半なんですけれども、まだ大混雑してて、ここから30分ぐらい待てば入れるよっていうことでした。お菓子とかなんか飲み物飲みながら待てるよっていうスタイルになってます。なんかいろいろあるんだけど、これただって書いてあるのは1個、カツって書いてあるのはグラムかな。牡蠣安いんじゃない？ 19.9 ってことは1個400円ぐらいってこと。ホタテが1個800円ぐらいするの。めっちゃでかいけどね、本当に手のひらぐらいのサイズある。でも牡蠣も拳サイズぐらいあるから1個400円だったら激安だけど、巻き貝って出てきた。 500g で2800円ぐらい、結構高級だけど、なんか本当にアリエルに出てきそうなぐらいでかい貝で、ウニはサイズ別で値段が違うの。こんな感じで携帯使えば全然わかります。79元ってことは約1つ1600円ね。美味しそうですよこれ。こっちの黄金の方が多分美味しいのかな。1800円ぐらいでもさ、明らかに減り方がこっちの方がなんだよね。これがうまいんだろうね。もっとでかいのもあるよこっちに。でかいのは1個2800円。高い、結構高いけど拳以上に大きなウニ。やっぱりさすがにベトナムとかに比べたらちょっと高級だけど、それでもねなんかお得感ありますね。貝がやっぱり安いのかな。待って、これアサリめっちゃでかい。あとなんかマテ貝みたいなのもいるよ。もっとでかいなんかナテ貝みたいなのもいる。渡りガニは結構高級だね。1個3200円ぐらい。特大サイズの渡りガニは1匹6000円。本当にメスだから。タラバガニでっか 500g で6800円ぐらいだから、多分かなり高級。こっちにもいろんな鮮魚がいます。コウイカみたいのがいたり、ちっちゃいヒイカみたいのもいるし、でかいブラックタイガー。でもこれはちょっとコウテレっぽいかな。可愛らしいお魚類なんかがいたり、タチウオもあったり、でっかい赤貝もあるし、いやなんかまだ息をしてる鮮魚なんかもいます。アワビ2つ頼んでグリルでいいですか？3 3 OK。 あー、
これが甘いんだって。色ですごい黄金の卵だから甘くてうまいからちょっと高いんだって。黒い方は新鮮なんだって。じゃあこれ一つとこれ一つ。うん、スモールサイズ。あ、ここに載ってるのよりもちっちゃいので20元のがあるって。うん、手を挙げてくれて綺麗なお姉さんが案内してくれます。フレッシュジュースの種類とかもすごいいっぱいあって、あとお酒はねビールのみですね。これがドリンクメニューっていう感じでした。で飲み物がまだ来てないんだけど、食べちゃう。牛タンの串きた。いただきます。攻めてるね。なんなのこれ。低温ちょい。柔らかっ。てかうまっ。ビールください。あ、来た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 。 Thank you。冷たい。生です。はーい。あ、うまこれ。これ240円。生ビールある店最高かも。やっぱり瓶ビールでも結構お店によっては冷えてなかったりする店も多いから、これキンキンでいいですよ。すごいこれ。日本で食べたら結構いい値段するんじゃないっていうぐらい、ただのこういうちっちゃいやつじゃなくてちゃんと大きいやつですね。普通のバターとか醤油とかそういう感じじゃないですよ。羊串についてるスパイスの味がするんだけど、めちゃくちゃうまい。わー、そういうの食べてるの？うまっ。1個の水餃子の中の割合を表すなら、エビが5割で肉が2割で、あとニラと生姜とネギが残りって感じ。これ本当に20元。很早测他下一倍。こんなで花かい咲いてる。ホタテ見たことないんだけど、これも一つ800円ぐらい。800円だけどマジででかいかな。春雨とガーリック味なんですって。これアワビはスパイス味だったけど、こっちはどうかな。新しい味に出会いましたね。これ絶妙に癖がないから誰でも食べられる味にはなってるんだけど、ちょっとだけ中華の味がするって感じ。日本でこういう風に食べるところってあんまり見たことないな。さっき水槽で泳いでたやつでしょこれ。海の匂いがするの。日本と一緒でわさび醤油くれんだよ。うわ、これがちょっと安かった方でででで。人生史上一番美味しいウニだ。本当に？ああ、そういうことですか。ウニが美味しかったんですね。来年はちょっとびっくり。やばいね。人気のウニの方は鋭利なトゲのやつです。これなんだろう、種類何だか聞けばよかったの。分かんない。濃いわ。こっちの方が濃いし、こっちの方が高いんだけど、なんだろう、私ちょっとこっちの方が感動しちゃったかもしれない。食べ応えでし高級なお寿司屋さんで出てくるウニってどっちかというとこっちの方ですごいクリーミーで、味も知ってるって感じ。このウニはでかくって食べ応えがすごくあって美味しい。ちょっと水っぽい味がね、そうだね。ふわーって広がる感じで、濃すぎず。やっぱり寿司屋の味じゃない。やっぱ違うな。底力がすごいね。わーわー、こりゃすごいよ。すげえボリューム感のやつが来た。秋です。でかい、熱い、でっか。うまっ。中華の牡蠣、ニンニクが本当にそんなに乗せますかってぐらい多分1個に対して1粒ぐらいニンニクが乗ってるぐらいのパンチが効いててうまい。牡蠣生でいってもよかったかもな。おかわりいきますか？
またこのお店に来て完璧に大連を感じることができたわ。こんじゃないごちそうさまでした。美味しかったです。部屋ね、暑くて空調がねついてるんだけど温風みたいなのが出てて全くクーラーが効かなくって、このままじゃ寝れないねっていうことで今ホテルのフロントの方に行きまして、翻訳アプリで部屋の空調が効きませんっていう感じで言ったの。そしたらみたいな感じになって、その後にもう一回かけてって言って、それで来てくれたので、これ聞いてますと、部屋変更してもらいまして、めっちゃクーラー効く部屋に来て、やっぱ壊れてたんだ。冷たい風出てるのやっぱおかしいと思ったら言った方がいいですよ。しかも冷蔵庫あるし、なんかちょっと広くなった。広くなりまし部屋た。のテイスト変わった。まあおかしいなと思ったら言えば親切に対応してくれるんで、全く問題ないですね。よかった。おはようございます。朝の9時半なんですけれども、今日は朝ごはんに人気の小籠包のお店に食べに行きました。もうすぐ着きます。一番一押しのウニ小籠包と、あと普通の豚肉の小籠包、あとは麺があったんですけど、カニ麺がね、上海で食べた時は3000円ぐらいしたんですけど、ここだと48元で1000円以下ぐらいで食べられるっていうことで頼んでみました。缶のコーラは4元で80円ぐらい、お水3元。カニ麺を頼んだ時店員さんが「これ頼むの?」みたいな顔してたね。珍しいみたいな。一応写真で押してるんだよ、一番上に写真出して。上海とは全然別物ですけども美味しいです。上海のカニ麺3000円ぐらいでこれが1000円っていうのはなんか妥当かなっていう感じ。ちょっと汁っ気さ、あんかけカニ麺みたいなニュアンスの方が合ってるかなって思います。このお酢も入れてみます。ウニ小籠包いただきます。いや、一瞬トウモロコシみたいな味した。ウニのクリーミーさがちょっとお肉に加わったって感じかな。でこっちが普通のやつ、見るからに激アツ感がトップ。一口でいくのやめた方がいい。じゃあいただきます。汁すうまっ。こっちの方が団地。これやばい。むちゃくちゃ美味しいじゃん。この8個で26元の普通の小籠包が一番うまいわこれ。でもそれが一番嬉しいね。いつもどうしてもやっぱちょっと店の一番上の推しメニューも頼みたくなっちゃうっていうか。中はこんな感じで濃いめのあんが入ってる感じですね。牛かもなこれ。牛入ってる。人気なんだと思う。さっきからひっきりなしにデリバリーの人が来て、テイクアウトの人がすごい多い。タレでなしでいいです。ウニ小籠包ですね。こういう感じでウニがちょっとと豚肉が入ってるっていう感じの小籠包ですね。これだけ食べてみていい？ウニの味感じうまいんだけど、ウニって蒸すとトウモロコシみたいな味になっちゃう。蒸すとこういう感じになるよね、ウニって。ごちそうさまでした。ここのお店は100度地図で富士新って調べると出てくるんですけど、中山広場を中心に周りに1,2,3,4,5店舗ありますので、ホテルの近くのところとかで気になった方はぜひ行ってみてください。ここはですね、1900年代に建てられた欧風建築の歴史的建物が10棟円形に並んでいるっていう場所になっております。今も現役で使われている建物がたくさん並んでいるっていうところから、中国前半の歴史的建築の野外博物館なんて呼ばれているそうです。1から10まで番号が振ってあるみたいなので、順番に見ていきたいと思います。一つ目は旧朝鮮銀行大連支店。1920年竣工。当時は朝鮮銀行の支店として国際経済の窓口となっていました。現在は中国交渉銀行の支店として現役で活躍。2つ目行こうと思ったら渡れなくて、
ここから地下に降りていけるようになってんですね。こんな感じで2番目に向かいたいと思います。2つ目は旧大連警察署、1908年竣工。広場の中で最も古い洋風建築で、当時の行政や治安維持を担っていた建物です。小さな留置施設もあったとされ、市民の暮らしと深く関わってきた歴史が感じられます。現在はシティバンク大連支店が入居しています。3つ目は旧英国領事館、1914年竣工。重厚なレンガと石造りの建物で、当時の国際貿易や交通に関する連絡拠点として使われていました。建物の一部は現在も保存され、近隣には中国建設銀行のオフィスが建っています。水筒を持ってるライオン。4つ目は旧大和ホテル、1914年竣工。南満州鉄道によって建設されたこの洋式ホテルは、歴史ある迎賓施設として知られ、多くの来賓や企業関係者が利用しました。当時ロビーでは洋装の人々が紅茶を飲みながら語らう姿も見られたそうです。現在は改修工事中で、将来的には大連賓館として再開される予定です。5つ目は旧大連市役所、1919年竣工。かつての都市行政の中心地で、町の整備や教育、社会制度などの計画がここから生まれていきました。現在は中国交渉銀行大連市分行が入居し、地域経済の拠点となっています。6つ目は旧東洋拓殖株式会社大連支店、1936年竣工。当時の経済発展を支えた企業の事務所として建てられました。不動産開発や資金業務を担い、現在は交通銀行大連支店として活用されています。マンホールがよく見ると、これ右から読むと電話ってなってます。日本の昔のマンホールが今もそのまま使われているんですね。真ん中がちょっとすり減っちゃってるんですけど、これよく見ると皆さんよく知ってる郵便のマークなってます。でこの郵便マークって中国にはないものなので、これは日本のマンホールっていうことが分かりますね。7つ目は旧大新銀行大連支店、1910年竣工。清朝末期に創設された中国初の国立銀行です。大連支店は海外との経済交流の窓口として設置されました。様々な言語が飛び交い、活気に満ちた様子が思い浮かびます。現在は中信銀行駐在支店として使われています。8つ目は大連人民文化クラブ、1951年竣工。こちらは中山広場の建物群の中で唯一戦後に建てられた建物です。ソ連の協力のもとに建設され、市民向けの演劇や音楽会など文化活動の中心として親しまれてきました。今でも芸術発表や式典などの舞台として広く使われています。9つ目は旧横浜正金銀行大連支店、1909年竣工。当時の国際貿易を支える銀行として利用され、ここから多くのビジネスが始まったと言われています。現在は中国銀行大連支店として町の発展を支え続けています。あ、うっすら電話ですね。面白いね。なんかマンホール見てると、新しいや新しいね。ちゃんと10個目は1917年竣工。旧関東都特府郵便電信局。かつては電信や郵便物の中継地点として機能し、全国とつながる重要な通信拠点でした。夜には電信室の明かりが絶えず灯り、活発なやり取りが行われていたと伝えられています。今は大連市郵政局の本局として使われています。こんなに至近距離に10個の歴史的建造物が並んでるところってなかなか見られないですし、いろいろあってすごく勉強になったし面白かったです。ちょっと小腹が空いたので、ここで軽くお昼ご飯を食べたいと思います。肉まん手に持ってるよみんな。大連商場っていうところが中山広場からタクシーで5分ぐらいのところにあるんですけど、そこでね美味しい肉まんが食べられるっていうことで来ました。これ食のデパートだね。すぐ買って食べれるようになってるんだ。なんかちょろっと小腹が空いたって感じだったけど、こんなにいっぱいあるといろいろ食べたくなっちゃいますね。あ、こっちかな。なんか匂う人気の匂いがする。ここだ。うわー、うまそう。やばい。この牛肉のやつが一番人気なんだ。
牛肉の肉まん 5.5 元、さっきのウニのやつ25元、結構高いな。もう出来たてで蒸したの出して入れてくれてる。肉汁が。いただきます。うまっ。肉まんの中に牛 100% のハンバーグが入ってるみたいな、そんな味です。中華独特の八角とかそういうスパイスの味とかじゃなくて、本当に単純に肉のうまみと皮のうまみって感じ。でかっ。ウニ肉まん500円。うわすげえ。すごくないこれ。これで500円安くない？いいですか、食べて。食べたことない。何これ。ウニと肉まん合う。そもそも皮がまずめちゃくちゃ美味しいの。そこにジューシーな肉とこんだけいっぱいのウニを入れた食べ物って食べたことないよね。仮に日本で出すとしたら絶対1500円ぐらい取りそうな、そんな味ですね。ウニの街だな。反対側にもまだあるんだ。なんか匂いがまた変わったけど。でかいレバー見て。またこれ。なんかウインナーのサイズも普通の3倍ぐらいでかい。カリガリ豚うまそう。なんだこれは。おでんになってる。レモングリーンティー買いました。激うまですこれ。やばい。大連商場、いろんな食べ物のお店があってすごい面白かったし、美味しいものにたくさん出会えそうな感じ。ここ絶対来た方がいいです。地下に入って路面列車の駅に向かいます。レールウェイステーションを目指すぞ。何これ。ちょっと待って。迷宮みたいな。待って、面白い。まさかのショッピングモールと屋台の迷路みたいになってるんですけど。ここだ。わ、丼に袋が敷いてあってそこで食ってっていうスタイル。全部300円以下ぐらいだよ。こうやば。安い。面白い。すごい。迷宮みたいな。みんな乾麺、冷麺しか入ってよかったね。服と食とが混ざり合ってる。すごい迷い込んでる。スーツケース売ってるで。こっちはない。なんかまた上がってもいろいろあるんだね。あら、なんか結局すごい遠回りしたような気がする。地下街の見学をして上登ってきてまた戻っていくのだね。そして一番近かったのはホテル。路面列車の乗り場をね発見したんですけれども、今回私たちが泊まったホテルがここですぐ近くにありました。なんか15分に1本ぐらいの間隔で来るみたいなので、ちょっと待ってみたいと思います。おー、すごい線路になってるじゃん。旧式がいつ取るかわからん。おー、来ちゃった。すみません。路面列車乗るときに事前にですね、このアリペイのモビリティのところから交通っていうところ、ここを押して設定をしておけば QR コードですぐに乗ることができるみたいです。ここ大連の街を走る路面列車トラムは1909年にその歩みを始めました。車両の多くもかつては日本製の車体や技術が使われていました。100年以上の時を経て今も木製の床やレトロな窓枠が当時の記憶を静かに語ります。現在も2つの路線が運行され、市中心部と観光エリアを走り街並みに溶け込むクラシカルなトラムは今もなお人々の生活を支える交通の柱となっています。降りる時ももう一回
QR コードをかざす、そして降りるっていう流れです。これからですね、中山広場の方から約 10km 先になるんですけれども、海辺町の方に行きたいと思います。着きました。北大橋。ここは1979年に大連と北九州市が友好都市を締結して作られた橋です。北九州側は1983年に中国風東屋大北帝王小倉城庭園に建設して、返礼として大連側が5周年事業として着工したのがこの北大橋っていうことですね。大きな橋でさ、こっち側はホテルで、反対側が海か。こっから見える崖の景色がすごい。釣りしてる人がいるからさ、この距離で魚かかったらどうやって上がるのこれ。ね、黄鱼、黑鱼、蝶鱼、小黄鱼、黑鱼，还有蝶鱼。多分ヒラメ？本当にヒラメですか？拾ってあげるの。いや、そうなんだ。釣れたの。絶対落ちちゃうよね。フィッシャーマンズワーフ港町に到着しました。ここはですね、もともと漁港として19世紀にすごく漁業が盛んだった場所なんですけれども、そこを2008年に旧漁港を再生する計画に着工して、でその後2011年にグランドオープンしたんですね。でその後2023年に夜経済の重点地区としてリニューアルして、さらにライトアップと屋外ライブも常設して、そして今現在は海鮮マーケットとカフェバー、そしてヨットに桟橋が共存する海辺のシティリゾートになったという場所です。すごい綺麗に作り込まれてますよね。イメージしてる港町っていうよりはなんかこうリゾート型施設みたいな、そんな感じ。こういうとこでウニをさ、そのまま買って食べられるようになってんのかな。ウニ朝の7時から9時ぐらいは漁船が戻ってきてて、さらに賑わっているみたいです。鳥の餌買いたいと思います。これ鳥の餌5元で買いました。なんか10元って書いてあったけど、なんか5元で大丈夫だった。いやいやいや、上にあげろよ、上に。上にあげて。ちょっと。秒だよ。こういいか。もっとあげようあげよう。まだあげてよ。ここや。いいだろ。何を取ってんだろう。貝かな。磯遊びしてる人もいっぱいいますね。なんか取れんでしょあれ多分。風が気持ちいいです。桟橋のところまで来ました。なんか歩いてる途中にちらほら人が入ってるおしゃれなカフェ見つけたので、そこに行ってみます。さっきね、このお店の中に豆がめっちゃいっぱいあったから撮影しようと思ったら撮影禁止ってなってて、こだわりのコーヒーが飲めるお店なんだって。あ、落ち着く。自家製のチーズケーキだって。港感あるでしょ。うわ、すっげえ。今4時ってこんな半端な時間でこんな待ってんの？これどうやって待つの？ベネツィア街行きましょう。なんか1区2区3区ってあって、1区がゴンドラの運河とバベル島を模したテーマ構成、ここじゃね1区で、2区がサンマルコ広場ってスクエアを中心とした建築群で、3区はまだ一部未完成。昨日噴水見てる時にツイストの塔が見えたはずなんだけど、それもっとあっちかもしれない。なんかすごいね。このベニス街っていうのは正式名称は東港ベニス水上
っていうんですけど、中国の大型ウォーターテーマパーク型施設になってまして、イタリアのベネチアを模して作られた人工運河区です。でここを作るのにね、約1500億円かかってるらしいです。すごいですよね。都市型観光もそうなんですけど、居住型プロジェクトらしくて、住んでる人もねいるらしいです。で2010年の半ばから制作が始まって、まだ1区2区は完成してるけど3区の方はまだできてないっていうことですね。反対側にはすんごい高層ビル群がね立ち並んでるんですよね。だからこの辺り一帯が今すごい勢いで開発が進んでいる、そんな感じがします。でこの1区にはね、水餃子のエルメスと呼ばれてるウニ水餃子が食べられる人気のお店があるんですけど、そこの待ち時間が結構長いっていうことで、先に整理券をゲットしてその間に観光していきたいと思います。今まだ作ってる途中なんだね、ここだけどかなり映えますゴンドラ、あ、来た来た来た、ゴンドラ来ました。なんかモーターで動いてる感じの漕がないタイプのゴンドラですね。ベネツィアかって言われるとなんかちょっと中国っぽい感じあるけど、人は結構多いです。観光客の人も多いし、なんか地元の中国人っぽい人も結構いますね。牡蠣でか、昨日食べたのと同じぐらいのサイズだ。なんかおしゃれなお店もいっぱいありますね。なんか日本ってあんまりこういう装飾のところないから新鮮ですね。まだまだずーっとあっちの方に続いてる。めちゃくちゃひどくない？入ってみてもいい？すごいね。これケーキだよ。すげえ。すごくない？いくらすんだろう。めっちゃ可愛い。こんな感じでね、撮れるよみたいな。なんだこのでかい犬は。1区の中央の方まで来るとかなりベネツィアを感じられる感じになってます。もう周りがその作られた建物とこの運河しかないから、もう景色はまるでベネツィアですね。この中央に見えるこの丸い塔が1区のメインのところです。こうやって実際に来てみると、なんか YouTube とかだとここが廃墟だとか、なんかもう全然人がいないよって出してる人もねいたんですけど、実際はねめちゃくちゃ人いますよ。平日でこれってことは多分週末はもっと人がいるはずなんで、しっかりとした観光地ですよ。あ、ゴンドラ乗りスポット、ゴンドラ乗り場があって、その隣にねチケット売り場がありますね。日本語で書いてありますよ、ちゃんと。価格表こんな感じになってます。乗り合いで乗るんだったら1人60元なので、1200円ぐらいですね。上を見渡すとこんなに高層ビル群があって、その麓にここまでしっかり作られたベネツィアみたいな街があるってすごい異様ですよね。不思議な感じ。この番号は過ぎました。ちょっと待ってください。呼ばれるまでの間はお水とお菓子くれました。まさかの上の階。綺麗な店内。すごい。ここ調理の場所なんだね。すげえ。まさかの円卓です。わあ。今注文取ってもらったんですけど、店員さんめちゃくちゃ丁寧で翻訳アプリを使いながらいろいろ説明しながら注文取ってくれました。でここはメニューにも書いてあるんですけど、1人10元サービス料がかかりますよと、200円ぐらいなので全然安いと思いますね。なんか匠ビールみたいな、これでも440円あー、冷えててうまっ。すぐテラス出れるようになってて、テラスからの景色もめちゃくちゃ綺麗なんですよね。開けてるよね。海が一望できるような感じになってます。来ました。ウニ水餃子、水餃子界のエルメス。この容器がすごいあったかいんですけど、中を見るとお湯が入っていて湯気が上ってきて、ずっとあったかいまま食べられるような感じになってます。ちなみにこれはなんだ、これ最初にお茶ですね。お口直しにニンニクと、あとピーナッツと小魚の煮付けみたいなのも出てきました。そのまま食べていいのかな。あ、これはつけないで、そのままです。じゃあいただきます。
ウニ餃子、これをねずっと食べてみたかったんです。何これ、ダントツ一番。これ違いますよ、味が。よく噛んで味わわないとすぐなくなっちゃう。朝ごはん食べたとこ、昼ごはんに食べた肉まん、昨日の夜のウニのお刺身とかいろんなウニ食べたけど、また新しいウニですね。これはウニのうまみ、海のうまみ両方残したまんま水餃子に閉じ込めたって、むちゃくちゃ完成された味。ちょっと見せましょうね、これね。こんな感じにしっかりウニが入ってる。なんか見た目的には他の店と変わらないじゃんって感じなんですけど、味がね全然違う。ちゃんとウニのうまみがありますね。他の餃子も食べた。結構お店自体はかなり重厚な感じで高級感ある感じに作られてるんですけど、カジュアルな感じで入ってきてる人ばっかりなので、高級店な感じですけど全然気取らず来れる感じ。これは生の大きいエビをなんか蜂蜜と何かのタレに漬け込んだエビのお刺身みたいな料理。どうやって食べるのこれ。上に切れ込みが入ってて、ちょっとほじくって食べるのかな。あ、こうやって剥いて、こういう感じになってるわけよ。それを甘くてめっちゃニンニクの味がする刺身。ニュアンス的には韓国のカンジャンセウとかそういうジャンルなんだけど、全然中華味ですね。美味しいんだけど多分これはね結構好みが分かれる気がする。生臭さはゼロです。ただハニーマスタード味が苦手な人は多分食べられない。むちゃくちゃ甘い刺身です。この殻がね結構ついちゃってるんですけど、口に入れて殻だけ出すっていう。美味しい。でさっきのちょっとウニが衝撃的すぎて、なんか殻食べれますかって聞いたらちょっと待て中国は結構味が広いんで、結構バラエティ豊かというか面白いですね。これじゃがいもの細切り。これバンバンジーみたいな感じかな。マーラー鶏みたいな名前がついてる。いただきます。柔らか、うまっ。これ結構でも山椒がなんかピリピリしびれ系ですね。でもうまい。これめっちゃつまみ的な。このウニとお豆腐のスープいただきます。うまっ。うまっ。鶏ガラスープに細かくなったウニと固めのお豆腐と、あとちょっと白菜の味も入ってて、めちゃくちゃ落ち着く味ですね。豚肉ととびっことエビの餃子が来ました。包んでるところをさっき見てすごい美味しそうだったから食べたかったんだよね。何これ。噛んだ瞬間に豚肉の肉汁がまず出てきて、その後にエビのプリプリ感が来て、その後にさらに噛むととびっこのプチプチ感が来るっていう3段階に楽しめる水餃子になってる。むちゃくちゃウニの方がもちろんインパクトが強いんだけど、日本だとこういう水餃子食べたことないから、こっちもぜひ食べてみてほしい。ラストウニ餃子。やっぱこのウニがナンバーワンめちゃくちゃうまい。大連に来たならもう絶対に食べなきゃいけないっていうぐらいうまい。大連はウニの街だったんだね。一番人気のデザート、ここに来たら絶対食べておくべき一品っていうことでしたんで頼みました。甘さ控えめの豆乳を固めて、その上に黒蜜を乗せたって感じの味。メロンが無料で出てきて、シャリシャリしてるけどちゃんと甘い。最高に美味しかったです。ごちそうさまでした。ちょうどもうすぐ日も暮れてくるので、ゴンドラのイルミネーション見に行きたいと思います。第2区もねゴンドラ通ってんだね。やっぱ夜の方が雰囲気ありますわ。なんだこれ、広場みたいなとこ出たよ。ね、あ、でもこれ作りすぎじゃない？すごくない？
ここもきっとすぐに飲食店とかお店で埋まって賑わうんだろうね。2010年から作ったっていうけど、さすがにこの規模だったらそれはそれだけ時間かかるよねっていうのも納得だわ。すごいでっけえ犬が休憩してる。横になってるあれ犬。ベニス街1区から3区まで全部回れました。どれだけ大きくするつもりなの？今回泊まるお部屋は9階のシティビューでスーペリアツインルームです。クラシカルな感じだけどすごい綺麗ですね。わ、ちゃんと座って飲めるスペースもあって、タバコも吸えるようになってますね。眺望もビル群の中に吹き抜けてて綺麗ですね。シティビューだけど全然開放感あります。クーラーはここで調整する感じですけど、ちゃんと涼しく効いてます。ビジネス机みたいのがあります。お水は2本。冷蔵庫もあって、冷蔵庫の中開けると冷えたやつがもうすでに入ってますね。グラスとかあと紅茶とコーヒーとかもねありますね。洗面所はバスタブがあるタイプですね。さらにその横にシャワールームまであります。めちゃくちゃしっかり出ますね。またここにも2本水置いてくれてますね。アメニティも多い。ドライヤーはちょっと風量は弱め。価格から考えたら本当に十分すぎるぐらいの良いお部屋だと思います。今は中山広場から約2キロぐらいのところにありますトンガンストリートというところに来ました。ここは昔はね、大連以外の出稼ぎ労働者の方たちが暮らしてた居住エリアだったみたいなんですけど、最近すごく綺麗な街並みに改装して今は観光スポットになってるっていうことですので、ちょっとどんな感じなのか歩きながら見てみたいなと思います。この建物、街並みはロシアの租借時代の建物をそのまま残して使ってるっていう風に言われてるんですが、すごく風情があります。風情あるけど看板とかはなんか新しくて綺麗なおしゃれなカフェみたいな感じになってたりするので、なんか不思議。どこもかしこも写真映えするような感じになっている。晩ご飯前だけどちょっと食べ歩きしたくなっちゃいますね。パン屋とコーヒーとかカフェとか、こんなに飲食店一気にオープンして、こっから人もたくさん来るようになるのかな。 GoPro みたいなのつけられてる猫さんが何なんだろう。基本的にさ、その建て替えとかじゃなくてリノベしましょうね的な感じなのかな。でこういう扉が比べると面白い。この右側と左側、右側のまだ何も手がつけられてない建物と、この左側の改修されておしゃれに作り変えられたお店見ると、なんかね、こう根本は変わってないんだけど、やっぱ色も塗り直されておしゃれな感じに直ってるんですよね。こういう家だったわけでしょ、全部が。それをバーって直しちゃうんだからさ、わざとこうピカピカにするんじゃなくて、ちょっと味残して今風にして写真映えするスポットにするっていうのが、あれだよ、新天地に似てる。上海にもねあったもんね。これさ、すげえなと思うのが、道路に普通に路面列車してて列車来たら避けるスタイルって絶対ぶつかる時あると思うんだけど、ないのかね。はいあ酸っぱくて美味しい。これは金木犀。うまっ。全部超うまくない？これ何これ。なんかうまいわ。甘さが全部ちょうどいいと思ったら、もともとこう入ってんのか。中にドライフルーツとかが入ってて、入れればそのままこの甘さになってくれってこと？1缶1000円ぐらい。私これが好きでした。2つ買おう。1個はお母さんに。どっかお酒飲めるところがないかな。1杯ぐらいせっかくだから飲んでいきたいんだけどな。
木曜日がここ女性がなんか4種類ぐらい無料らしいドリンクがで、なんかピーチウーロンとロングアイランドアイスティーだからすげえ強い酒、あとなんかウーロン茶とみたいな、だから4種類ぐらいあって、だからピーチウーロンを頼みました。なんか雨降ってきた。そうちょっと怪しいんだよ。やばい、みんなちらほらし始めた。雨降ってきちゃったから、これどうなんの、私たち中入れますかみたいな、そういう空気が流れてきちゃいます。ここはね、残念ながら傘届かないエリアです。うまっ、バリミント。普通のフライドポテトです。普通でうまい。後ろってのはもうね、雨降ってきちゃってめっちゃ怒ってる。伝えた方がいい。例えば間違ったものが来たとか、このドリンクが全然来ないとかだったら、結構そのうち来るかなって待ちがちだと思うんですけど、すぐに伝えた方がいい。もうめっちゃみんな大騒ぎです。応急処置で傘をもらえる。私たちは何も言ってないから今何もないです。本当食べたら行くからいいんだけどね。ドリンクが来ないんです。どうしたんですか？酒を飲みたいの。酒は来ないの。かなり面白い光景になってるんですけど、後ろ側は。やっと来ました。ピーチウーロンが。さすがに本場の国ってだけあってウーロン茶が美味しいです。うめえのか。うめえんだ。うまい。うまい。うまいでしょ。うまい。ちゃんギャグじゃなくて本当にこのお茶がギャグじゃないうまくない？内容はギャグだけど。 30分待った甲斐ありました。30分食べ終わりました。123456788でこれ。うん。あ、うちはウニなんだけど。あ、いいよこれ。じゃあこれ。うん、可以。东西あ、对吧？わあ、濃かったな。濃密な大連でした。やっぱ最後はね、美味しい海鮮でやっぱ締めたいなと思って、なんかこの天天漁港ってお店もなんかすごい評判が良いみたいで来てみたかったんでここにしたんですけど、いけすに入ってる魚の値段はちょっと気持ち高めかなと思ったんですけど、パネルの料理の数がめちゃくちゃたくさんあるから、そこから選べば全然なんか注文も簡単だし高すぎるって感じではなかったですね。来てから見ないと多分量がね多いんじゃないかなと思って、1個ずつがどうする。だってウニ豆腐頼んだけどこんなでかいの来たらさ、周り2人で食べてる人ね、そんな頼んでないよ。2品3品ぐらいだよ。この広さで私今食器ロボットが運んできたんで、わあむっちゃ重い。これ多分1キロぐらいありますね。でかー。ほら量が多いよ。マーラーアワビだこれ。初なんだけど、でも量がすんげえよ。チャーハンも。アワビもでかっ。これ8個で128元って安くない？何回も確認したの。本当にって嬉しいポイントとしてはですね、ちゃんとアワビがお掃除されてます。後ろもちゃんと汚れが取ってある。やっぱね、結構カツのところってねゴシゴシしてないところも多いんだよね。いただきます。うまっ、プリプリじゃん。これは全然4つずつ食べれちゃう。なんかさ、マーラーでアワビ食べるって感覚ないじゃん。もったいないよね。私この雪花純生すごい好き。これ中国のビールなんだけど、アルコール度数が 3% ぐらいしかなくて酔わなすぎなくていい。これはさ、多分ウニ豆腐なんだけど、熱くて持っちゃダメ。多分この器ごと蒸してんだよ。あ、茶碗蒸しがちっちゃい。やば、ウニ茶碗蒸しって。あー、牡蠣でかいねこれ。でかー。わー、牡蠣がとんでもないでかさです。これ見てください。見えるかな。うまっ。牡蠣やばい。天国の味する。で
高いね。1軒目のやつどっちが美味しい？味付けが全然違うんだけど、多分ね牡蠣の大きさもこっちの方が全然大きいんで、値段次第ですね。味付けがちょっと薄めだから、その分海鮮の旨味みたいなところも感じられるかな。新鮮ですよね。ウニ豆腐食べてみようか。すごくない？これウニがこんな乗ってる。ウニじゃないの食べた方がいい。プルプルから味がうまっ。何これ、何これ、卵豆腐。中華味。あなんかの高級料理で食ったことある味の。あ、そう、これなんだっけな、茶碗蒸しでウニと一緒に食べるとどうなるかですよね。ウニと一緒に。あ、おいしい。これ2人持ってこれさ、これさ食べきらないね。食べきれないでしょこれ。味はねめちゃくちゃうまいんですけど、量がちょっと多いですね。ホタテもでかい。美味しいね。選んでいけすから食べたものに関しては初回の方が美味しかったかな。1軒目の方。でもそれ以外の調理した料理に関しては2軒目のこっちの方が好きかも。味付けとかあと量も多いからなんかお得感もある。1軒目はかつ海鮮料理店で、ここは海鮮中華料理屋さんですね。だから種類がちょっと違う。一緒に見えるんだけどちょっと違うね。どっちも味はすごい美味しい。何が一番美味しかった？大連ね。ウニ餃子かもしれない。蒸してもなんか味が残ってたのは、だからそれ食ったことなかったの。ちーちゃんのベストオブは意外なんですけど、初日に食べたアワビうまかったなと思って。もともとそんなにすごいアワビが大好物ってわけじゃないけど、羊串についてるスパイスの味をつけた海鮮ってうまいんだっていう。ベストオブローカルは来年商売で買ったローカル肉まんの 5.5 元の牛肉のやつ美味しかったね。あれローカル的な意味ではそれが一番だったし、レストランだとやっぱ私は1軒目の海鮮のアワビかな。全部美味しかったので、結構ね、そううまいのレベルがこの町思ってたよりも高かったんだよね。観光的に一番面白かったのはどこですか？私はコンペティションセンター噴水ショーとサンセットっていうの、なんかその風景とかあと音とかがすごい癒されたし良かった。世界のいろんなところでさ噴水見るけど、あんな規模のやつが無料で見させてくれんだねっていうところになんかちょっと感動した。食べ物は本当にローカルも美味しければ、高いとこって言っても、まあ、高いがめっちゃ高いじゃないじゃん。ある程度安心して頼めて食べれるし、そうだね。あとお茶美味しかったな、どこでも。いや、いつもは結構グルメメインな旅になっちゃうんだけど、今回はね、そう駐在広場も良かったし、なんか観光も楽しめてグルメも楽しめて、その結果詰めしすぎてちょっと最後疲れちゃったっていう。歩き疲れた。だからね、ここは2泊3日とかで来るのはもうちょっと余裕を持ってゆったり旅の方が多分楽しめるです。おすすめ。3泊4日ぐらいで。あ、そうだね。だからまあ総じて大連は物価が安かったと思う。でまた来たいし、まだまだ美味しいものもたくさんあったし、今回正直もうちょっとなんか遠くのね、なんか行きたかった場所とかもあるから楽しい旅行でした。ということで今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思ったらぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。来年もさよならですか？帰りたくないです。